よさみガーデンフェスタです。それでは今日は MQ 成田さんを取材します。めっちゃ増えましたね。こんにちは。こんにちは。じゃあよろしくお願いします。お願いします。今朝何食べましたか？何も食べてないです。いつも食べない？食べないです。食べなくて大丈夫ですか？食べない方が調子いいです。ああ、そうなんですね。はい、好きな飲み物は？アルゼンチンワイン。アルゼンチンワイン。あれですね。あれです。尊敬する人。修行時代の庭師の親方です。お名前？鈴木智之さんです。鈴木智之さん。最近笑ったのはどんなことですか？常に笑ってます。常に笑ってます。いいっすね。なんかハッピーな感じです。ハッピーです。はい。休みの日は何してますか？ダラダラしてます。日頃疲れてるから。疲れてダラダラしてます。はい。仕事以外で夢中になってること。なんか仲間のがやるイベントやったりとか、そういうのを応援するのが楽しいかなって感じです。はい。あなたの職種名は何でしょう？庭師とか植木屋とかいろいろあると思いますが。造園屋です。造園屋さん。はい。子供の頃何になりたかったですか？忍者。服部君。はい。この仕事を選んだ理由は何でしょう？もう本当にあれですね。働こうとなった時に自然が好きだし、庭師やろうみたいな、そんな簡単な理由です。はい。自然が好きだから。はい。一番好きな道具は窃盗です。窃盗。はい。石道具を叩く。石道具の窃盗です。道具に名前をつけてますか？つけてないです。忘れられない現場は修行時代の現場はもうほぼ覚えてます。はい。中でも記憶にあるのは一番最初に石積みをやった現場ですね。はい。鈴木智之さんだったら相当な石の量を使いそうな。過酷でした。はい。仕事中どんなことを考えてます？もう本当に次の何をやるかとか段取りを考えてます。はい。良い仕事ができたと思うのはどんな時でしょう？良い仕事ができた時、めちゃめちゃベタですけど、お客さんが喜んでくれた時かな。はい。最近やったと思った仕事は？最近やったと思った仕事は雨の中10竜米ぐらい身で、手運びでひたすら運んだことですかね。土を。師匠や先輩から言われて忘れられないアドバイスや一言みたいな。庭師はどこまで行ってもサービス業だぞって、親方の言葉ですね。はい。この仕事の一般の人が知らない面白さってどんなことがあります？こういろいろ企画みたいなのがないことが多いので、自然物を扱うので、そういうのをよりなんて言うんでしょうね。ピタッとというか人工的にやれるものとか、人の手が加わることによってぴっしり出せるところとかかな。逆に辛いこととか、前は若かったんであれですけど、だんだん自分も年食ってきて体力的にシンプルに辛いです。10年後この仕事はどうなってると思いますか？絶対に多分規模的には小さくなっていくと思いますね。あまり良い想像はしてないというか、シビアに見てる。してないです。この仕事始めたばかりの人に一言言えるとしたら、工夫して今まで通り先輩たちがやってきたこと、やってきた商売の形でやると多分仕事なくなっちゃうもんで、工夫してやった方がいいじゃないって感じですね。あなたが美しいと思う人工物は？めちゃめちゃ地元なんですけど、トヨタスタジアムとか、そのトヨタ大橋とか、大きさとスケール感と美しさとかがすごいなと思いますね。伝統って何でしょう？伝統、わざわざ残そうとせんでも
残っていくもんかな。はいはい。自然とはどんなもんでしょう。印象というか捉え方というか。自然とはまあそうだな、なんか人の手が加わってない美しいものはい。ですかね。この仕事をやり始めて自分が変わったと思うことは。そうだな、結構真面目に働くというか、なんか社会人としてしっかりしたかなと思います。はい。これからやってみたいこと。これからやってみたいこと、まあ、今後もこう庭を作っていきたいっていうのと、それプラスまあ会社として大きくしたいです。はい。この仕事を一言で表すなら。自然を使った空間を作ること。はい。もし魔法の道具が一つ手に入るとしたら何が欲しいですか。どこでもドア。どこでもドア。ドラえもんです。ドラえもん。どこ行きたい。まず世界各地。地、はい、あとすぐ現場とか行けちゃうんで。はい。まあ今見えてる景色、まあ自分のビジョンとかでもいいですし、景色という言葉で何か最後一言締めくくってください。ですね、なんか先ほども言いましたけど、あんまりこうどんどん廃れてくかねない業界なので、まあそれをまあ無理やり残すとかじゃなくて、違う形として取り入れて庭師の技術をで、なおかつしっかりお金儲けて会社を大きくしたいです。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ってください。はい。